こんにちは。今日は奈良でだけ使う言葉っていうことについてお話ししようと思います。もう知っている人もいるかもしれないんですけど、知らない人のために少し話すと、僕、奈良出身なんですね。奈良で生まれて、今も奈良に住んでるんですね。今まで奈良だけじゃなくて外国で住んでいたこともあったんですけど、今また帰ってきて奈良に住んでるんですね。で、日本って県によってとか、地域によって結構特徴があると思うんですよ。その県とか地域によって全然違うと思うんですね。例えば日本には47都道府県ありますけど、全部の都道府県にその都道府県のキャラクターがいるんですね。で、その都道府県だけじゃなくて、そのもっと小さい、市、その奈良市とか、熊本市、大阪市、すべての市、すべてじゃない、ほとんどの市に、もうキャラクターがいるんですね。とか、他にも、その町だけの食べ物とか、名物、お土産、いろんな町とか県が自分の町だけの特徴を作るために頑張ってるんですね。で、そんな感じで日本語じゃない。日本って場所によっていろんな特徴があるんですけど、これ場所だけじゃなくて、日本語も街によって結構違うんですよ。例えば方言の中で一番大きい方言は、関西弁。で、僕も普通に友達とか、家族と話すときは関西弁だけ使うんですけど、その関西弁の中でも大阪弁とか奈良弁とか県によってとか町によって使われる言葉が違ったり、ちょっと文法が変わったりするんですよね。で、今日はその、奈良弁、奈良だけで使われる言葉について少し、お話ししようかなと思います。ちょっとご紹介させていただきます。じゃあ早速一つ目の奈良弁をご紹介するんですけど、一つ目の奈良弁は、犬ですね。犬っていう言葉というか動詞ですね。動詞があるんですけど、聞いたことある人、いないかもしれないですね。その犬っていうのは、動物の犬じゃなくて、犬ですね。その、ちょっとイントネーションが違うんですよね。犬と、犬と犬ですね。で、その犬の意味は、行くとか帰る時に、犬って、奈良の人言う人がいるんですよね。もちろんこれも人によって、若い人だったらあんまり言わないんですけど、年上の人だったら犬って使う人も多い、かもしれないですね。僕も最近は使わないですけど、中学生の時とか、小学生の時とか、なんか大人の人が使ってる言葉かっこいいなって思って、なんか友達と遊んでて、帰る時に俺も犬はって言ったりしたことありましたけど、最近はね、あんまり使わないですね。そもそも若い人とか、奈良以外の人にもう犬はって言っても、わからない人が多いと思うし、ほぼ100%犬ってどういう意味って聞かれるので、使わないことの方が多いですね。一つ目の奈良弁がこの犬でした。で、二つ目が、おとろしいですね。おとろしいっていう言葉の意味は、めんどくさいっていう意味なんですけど、これもほとんど奈良だけで使われますね。その、恐ろしいっていう言葉は、普通の日本語でよく使われて、怖いっていう意味ですよね。恐ろしい。なので、普通に日本人と話してる時でも、例えば、めっちゃ宿題恐ろしいわって言ったら、宿題が恐ろしいってどういう意味みたいな感じで、聞かれたこともありますね。で、恐ろしいが二つ目の言葉で、三つ目が、白恋ですね。この意味は、白々しいとか、嘘くさいっていう意味ですね。その、例えば、あの人白恋は、みたいな感じで言うと、あの人なんかちょっと嘘ついてるというか、あの人なんかわざとらしいみたいな感じで、そういう意味がありますね。で、この白恋は、実は奈良だけじゃなくて、他の関西の、地域でも使われるんですね。その大阪とか、京都、他の町でも使われるので、
あんまり奈良弁っていうイメージがないんですけど、Google で調べてみるとこの白恋っていう言葉は、奈良から始まったらしいですね。で次が、一ビルですね。で一ビルっていう言葉、これ動詞なんですけど、この動詞の意味は、調子に乗るとかふざけるっていう意味ですね。なのでその奈良でそのヤンキーとかが「お前一瓶な」っていうのを聞いたことがありますね。その中学生とかそのぐらいの時に。今大人になっても、冗談的な感じで「お前一瓶な」とかそういうこと言う人もいますけど、これがね、その大阪に住んでる友達とか、京都にいる友達知り合いとかと話してる時にそう一瓶なとか一ビルとかそういう言葉を使ってる人聞いたことがないので、もしかしたら奈良弁かもしれないですね。インターネットにはそう書いてありましたね。で、次が先導ですね。先導の意味は何回もっていう意味なんですけど、例えば先導言ったやん、先導言うたやんって言うと何回も言ったよねっていう意味になりますね。でこれはめちゃくちゃ使いますね。めちゃくちゃ使うって言っても僕はあんまり使わない、ほとんど使わないですけど、僕の知ってる人、家族とかちょっと年上の人からよく聞くので、僕にとってはめっちゃ自然な言葉なんですけど、もしかすると他の地域、関西以外の地域の人にとっては先導優太やんって言われても、ちょっと考える時間が必要かなっていう感じですね。でこの先導っていうのは多分鮮度とか旋回っていう言葉から、来て、先導ってちょっと一つの新しいフレーズというか言葉になったような気がしますけど、先導っていう言葉も奈良弁らしいですね。で次、最後、他にもいろいろいっぱいあったんですけど、僕が面白いなと思ったものをいくつか、ピックアップしたので、これ次が最後なんですけど、いらんですね。いらないとかいらんっていう、言葉ですね。今までこのエピソードで僕が話してきた奈良弁、先導とか恐ろしい犬とか、こういう言葉って、日常的にあんまり使わない言葉なんですけど、このいらんっていうのはね、僕めちゃくちゃ使うんですよね。なのでこのいらんっていう言葉は僕にとってめちゃくちゃ自然なんですけど、他の県に住んでる友達にはね、めちゃくちゃバカにされる言葉ですね。で、いらんとかいらないっていう言葉、いらないっていうと、その必要じゃないっていう意味になると思うんですけど、この必要じゃないっていう意味じゃなくて、いらない、奈良弁でいらないっていうのは、欲しくないっていう意味ですね。例えば僕が大学生の時に、その大阪の友達に、今日一緒にカラオケ行こうみたいな感じで誘われたんですよね。で、その時に僕いらんって言ったんですよ。で、その友達が、意味わからんって、言われたんですね。で、僕にとってはそのいらんっていう返事の意味は、欲しくない、カラオケに行きたくないっていう意味だったんですけど、大阪の友達にとってはカラオケに行く必要がないっていう意味だと思ったらしいんですね。でそこから僕のこのいらん、僕だけじゃなくて、奈良弁だと思うんですけど、このいらんっていうフレーズがめちゃくちゃバカにされるようになりましたね。こういう奈良だけで使われる言葉がいろいろあって、今回紹介した奈良弁以外にも、めちゃくちゃたくさん奈良だけで使われる言葉があるんですけど、全部話してもね、普段使わない言葉ばっかりなんで、例えば、その警察が乗ってるバイク、警察が乗ってる原付バイクありますよね。このバイクって他の地域だったら、ポリバイとか、そのポリスバイクを短くしてポリバイとか、ポリタン、ポリスが乗ってる単車を短くしてポリタンって呼ばれることもあるんですけど、奈良ではね、実単って呼ぶ人がめちゃくちゃ多いんですよ。で、僕は由来も全然知らないんですけど、僕にとって警察が乗っているあのバイクは、実単
なんですよね。でもこういう言葉って別に日常生活で全く使わないので全然大切じゃないんですけど、こういう、単語がその並べんでその大切じゃないけど並べんでたくさんあるんで、今回は話さないんですけど、もし興味があったら、また話すかもしれませんね。まだわかんないですけど、僕友達が少なくて、奈良以外に住んでる友達とか本当に数えられるぐらいしかいないので、他の人の意見も聞きたいんですね。なので関西弁を話す友達がいたら、ちょっとこういうこの、恐ろしいっていう言葉使うとか、1ビルって使ったことあるとか、いろいろ質問してみても面白いかもしれません。そんな感じで今日は、奈良でだけ使う言葉についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。